僕は建築の設計をしているわけですけども、究極で言ったら建築はない方がなくていいと思ってるぐらいですね。でもなきゃみんな生活できないので、じゃあ作んなきゃいけないという時に、建築をなるべく透明にしよう。でもそれは物理的な透明さじゃなくて、感覚として透明であることなので、僕の自分の言葉で言うと人の意識に溶け込むような存在感が溶けていくようなものとしては存在するんだけれど、消えてしまうような、そんな建築を目指してやっています。ベースは茶室があります。茶室からの学びが。で茶室が目指したものって何だろう、自分なりに読み解くと、これはもうなんか溶けて消えてなくなろうとしてるなと。お茶の教えでもある一客一庭なり、お茶が大事で直心の交わりとか言うんですけど、人と人とが一番大事で、お茶が大事、茶碗もなくてもいい、茶碗の楽茶碗とか軽くて消えてしまうような存在感で、茶室も同じ思想でできてますね。でそれに気づいて、すごい居心地がいいわけですね。でスケールも何も関係ない、狭い広いを超えてるものなので、それが理想であって、意識に溶けるものを作りたいっていうのがあります。なので茶室から僕が現代の目で見て勝手に学んだことを、今の建築としてやっていく、そういったテーマでやっています。大学行って歴史はとにかくやろうと思って、で西洋はヨーロッパ人じゃないからちょっと分かんないなっていうか、専門としてはしづらいし、あとは何よりも物が見にくいので、じゃあ日本建築やろうと。でダーッと見て、で茶室が一番意味が分からなかったので、これは何かあるぞと思ってやり始めたのがきっかけですね。割と全般歴史的なものは好きで、研究対象というか細かく見ようと思ったのが茶室でしたね。研究はあくまで作るためのインプットが必要なので、そのために学んでいる茶室がどうか、歴史的にどうだったかっていうのは知ってからかからないと、先人の知恵を積んでいかなきゃいけないので、同じことを自分だけで生み出しても前の人がやってたらそれはただの勉強してなかったっていうだけなので、そういった意味で歴史を、ある意味しょうがなく勉強していると。面白いですけどね、はい、具体的に自分がやってるテーマとしては構造をちゃんと作ろうっていうところと、あとそこに装飾をどう復活させるか、人が使うものとしてどうあるべきかっていうところからスタートしますね。骨と装飾って分けることができたのは古典力学とか、あとは現代的になって構造エンジニアリングができるようになってから、これは装飾的だねっていうのが分けれるようになったわけですけど、古くはギリシャのそのアクロポリスとかにあるパルテノン神殿なり、もう柱自体に装飾を施していて、で当時は柱が構造であるのか装飾であるのかなんていう議論は、そもそもないわけですね。当たり前に装飾を施して、でもそれが同時に構造にもなっていて、で、人間の骨も思い浮かべてみればそうなんですけど、すごい有機的な形をしてますね本来ね。なので円タシス状のギリシャの形であったりとか、その脊椎動物の骨であるような、のものは、私があえて構造じゃなくて骨と言ってるのは、骨はああいう有機的な形をしているべきであって、かつ装飾的な要素をもう当たり前に備えているだろうっていう、そこがスタートでやっています。建築に今の概念を落とし込む手法としては、やっぱり構造をどうするか、空間よりも物の在り方として、建物としての物の立ち方としては、柱と屋根をどうするかに注力してやってます。構造の模型に関しては、必ず作ることが多いですね。唯一コンセプチュアルとも言えるかもしれないのは構造の模型ですね。概念的な構造をどう成り立たせるかっていうのは、今ここにある日本橋の改修もそうですし、あと二子玉川にある柳小路っていうプロジェクトでも、構造の木組みの模型をかなり最初期に作ってます。で
あとはここにあるか、ここにあるみたいな、これどうするの、こういうこういう柱の模型も作ったりします。これは1分の1ですね。構造は非常に自分の中で重要なテーマなので、構造の模型は必ず作るようにしています。構造の模型は、もうはっきり言って意匠的なものですね。なので構造模型というよりは、その骨模型って言った方が近いのか、もっとシビアなところをある意味意匠的な面であったり、もっと複合的な面で検討するための模型ですね。どういう装飾的な形がいいかなみたいなののこのスタディの模型ですね。で、最終的にこれでいこうってなったわけですけど、これは完全に装飾的な理由でこの形を決めてますね。そうですね、そういうことです。はい、合理的で、意識に馴染むような骨を作るっていう点で、1分の1のその構造模型というよりは骨の模型を作ることは非常に大事にしてます。旧テーラーの堀屋で言ったら、構造的な模型のアーチ状の形をしてるんですけれども、条件がいろいろあって、構造的に耐震の補強になっていること、あとはリノベーションなので人が持てる重さであることで、あとは簡単に取り付けられるディティールであること、いろんな複合的な理由があってある形になってるんですけども、なので例えばアーチ状の形状は構造エンジニアリング的にはベストな回答じゃないんですよ。実は装飾的でもあるし、あとは、交差する点がコブ状に高くなってるんですけど、要は骨みたいな感じで関節部分が太くなってるんですね。それで厚みが大きいんですけど、実は平面的な装飾的なただのパターンではなくて、厚み方向にもまさしく骨みたいに、肉厚だったり細くなっていたりしてるんですけど、そういった時の検討のために1分の1のものは作って検討しています。日本橋の旧テーラー堀屋改修っていうのは、看板建築といって関東大震災の後に大体燃えちゃって、でその後建てたものが、和風じゃなくて、洋風の建物みたいなんだけど、正面だけ四角くて後ろは三角屋根の日本風のものっていう、そういうのが流行った時期があるんですね。それが日本橋に残っていて、でリクエストとしてはそこを耐震補強して、お店にしたいということで、まずこの構造の模型を作ります。当たり前ですけど1階には壁があるんですね。地震で揺れた時に壁で、倒れないように、持ちこたえるので、その部分には壁があるんですけど、クライアントのリクエストが壁をなくしてほしいっていうことなので、常識的にはありえないですね。どうにかしなきゃいけないということで補強をしようとで考えたのが、こういう装飾的な鋳物のアーチで、装飾的な形であり、その骨みたいな形で自分の理想でもある溶けるようなっていうのはこのプロジェクトにもぴったり合っていると思っていて、パッと見こんな装飾的なものがあるんですね。写真で見るとすごく装飾的な網目状のものがよく目立つんですけど、見に行くと、びっくりするぐらい存在感がないはずです。そういう意味では同じだと思いますね。概念としてはリアルなものも、模型も図面も、同じ存在価値が僕はあると思ってますね。模型が保存されれば一応再現可能だし残るので、そういった意味では図面と模型と実物は等価って言っちゃあれですけど、だから模型も図面も1分の1の物体としては見てないですね。模型の寿命は、実物よりうまく作れば長いでしょうね。てか実物の寿命は短いですよね。そうですね。普通に作っちゃうと、歴史をやっていたこともあって残らないと意味がないというか、残ったものがそういうの後世の人に伝えられる。で文章も下手したら残らないし、ものの強さにはすごい憧れて、いるところがあります。なので何か残るように作るっていうのがテーマにありますね。そこで鋳物を使ったりすることもあるし、異常になんか太いコンクリートを使ったりとか、あえて残ろうという
感覚は建築には作りにはあります。でもそれでも建築は普通に作っちゃうと、鉄骨なんて人が使わなくなって30年したら崩れますよね。100年後には確実にないし、500年ぐらいで土ですよね。鉄筋コンクリートも100年ぐらいで壊れて300年後ぐらいはまた土ですよね。でなので非常に建築の寿命は歴史的な観点で見て非常に短いと思います。縄文時代に鉄筋コンクリートの作ってたってなっても、鉄骨で作ってたってなってもそれは絶対に残ってないですね。そうですね。例えば、その意識に溶けるものっていうのは必ずしも透明であったり重さ軽さとは無関係だと思うんですね。例えばその海とか山とかあと大木とか質量的にはめちゃくちゃ重いですよね。でディティール的にも木の肌とかゴツゴツしてるし、葉っぱもめちゃくちゃ複雑だし、枝も装飾的っていう意味であればもう人間がかなわないぐらいの、どんな細密な絵であっても彫刻であってもかなわないディティールを持ってるわけです。でもあれを、だからフェイクで作った木の気持ち悪さって、あとは最近AI の不自然の谷何でしたっけ、 AI の不自然の谷みたいなアンドロイドで作った人間が似てくると、すごい一瞬不気味のすごく気持ち悪くなる瞬間があって、そこを超えられるかどうかが鍵だっていうので、人工物の装飾的なとか複雑さよりも、自然物の木であったり海であったり山であったりの、ディティールの細かさ複雑さ、それにはかなわないというか、空気であれ重いわけですね。でもそれを誰もストレスには感じないですよね。でそれなんでストレスに感じないかっていうと、地球上に生きる生物としてそれは同じルールの中に同じ合理性の中に生きてるからだと思うんですね。で同じ合理性の中にあるものは生き続ける、非合理的なものがなくなるわけですね。理にかなってないから気持ち悪いし、例えば鉄筋コンクリートなんて自然界からしたら気持ち悪いわけですよ。だから消えるんですね。それひび入って鉄のとこまで水入ったら鉄が腐って爆裂してはじけて壊れちゃうよね。なので理にかなってるものを作れば、自然とそれが残るし、と同時に理にかなってるってことは違和感もないわけで、誰にとってもそれは理想としている自然物であったりの、ストレスのなさ、透明性というか、人間だけじゃなくて誰にとっても心地よいもの、実は残ることっていうのと、その透明性感覚として意識に溶ける。でひいては一番言うと、結局同じとこをみんな目指してるんですけど、居心地の良さ、暮らしで言えばそこにつながると思ってやっています。機械としての建築みたいなのをもっと超えた、機械どころじゃない合理性を目指したいというところが自分の目指している建築のあり方ですね。